じゃあまずメイクでしょ。メイクできると。でここからこれ取るんですよ。難しいな先生は首が硬いの。原理原則は少し近いかなと思うんですけども、本当にさらに応用を言ってて、なおかつ危険です。合気道と中国武術、ついに交わる。宮平保の技と思想を堪能した沖縄での2日間、白川龍二は何を思ったのか。高石橋さんと一緒に白川先生の本音を聞いてみましょう。初めてその宮平先生をお知りになったのは何？黒帯ワールド。いや黒帯ワールドか。すごい先生だと思ってびっくりしましたよね。中先生の一番最初の喋ってる、やっぱりその喋ってる内容深いなと思いました。すごい技術だけじゃなくてその思想も深いなと思いましたね。でやっぱりその後の私一番もう本当に衝撃を受けたのはやっぱ石井東吾先生との交流がやっぱり、年代が近いの。石井東吾先生と私同じ年代なので、東吾先生、宮平先生と交流して、しかも東吾先生は宮平先生をずっと憧れで見ていたんですので、ついに交流するんだと。ちょっともう本当わーっと思いました。俺も交流したいなって思ってたのね。じゃあ今回は時が来た。本当にやっぱこう本当また改めて西監督から会いませんかって来た時にこれが来たなと。なるほどね。ちょっと何かやりませんかってじゃなくて、これもう改めてちょっと沖縄でちゃんと時期を決めていきましょうって言ったのが、ぜひお願いしますって言ったんですよ。私やっぱあの時に武道場で会ってもらったっていうのはやっぱり考えなるほど。白川先生のなんていうかな 100% をね、まず宮平先生に見てもらわないとっていうのがあったので、でもやっぱり良かったですね。あれ初日で武道館で2日目で先生の道場だったので、あれ先生の道場だけだったらまた違う。そうですよね。武道場ならではでちゃんとしっかりと投げる。思う存分その見てあれですから。見てこれ。毎回真似する。俺真似入ってる。みんなできるじゃん。まあでも似てるけど。いやでも宮平先生がうなずくってなかなか。だから僕ものすごい印象に残ってたんですよ。実践武術家宮平保先生が合気道を見たっていうのが、そしてそれに対してうなずいたっていうのがすごいポイントだと思っておりまして、こう合気道の中の虚実を見てたんですよね。あの演舞の中に何を白川龍二が表現したかったかっていうのを宮平先生が分かって言ったんじゃないかと私は勝手に思ってるんですけど。ちなみに何を表現したかったんですか？やっぱ合気道に柔らかい合気道にダイナミズムとか美しさを合気道の中にちゃんとした武術性、合気道に対する武術性っていうのを私見ていただきたくてやったんですね。でその中にその武術性の中にその美しさも含んでるよっていう。美しい合気道だけどその美しさの合気道にはちゃんとした武術性を含んでるよっていうのをちょっと見せた。白川先生あそこでやった演舞というのは通常僕らがここで撮影の時見せてもらってるものとはちょっと違って何らかの工夫があったと。プラスアルファ入ってます。それはなんかそれはプラスアルファ。それはどういう分かりづらい部分だと思うんですけど。それは宮平先生が多分感じ取ってくれたと思います、ね。なんかやっぱ普通の人見たらなかなかわからないと思うんですけど、こうダイナミズム、柔らかい美しさの中に秘める狂気ですよね。黒川。そうですね。キャッチーで言うと黒川的な感じですかね。やっぱ大きな動きの中で、普通武術的に見たら無駄だと思うじゃないですか。そこの中で粘度がしっかりあるよ、本当は小さい動きでバーッと倒せることができるよっていう動きを表現している。そうなんですね。それはちょっと知らないエピソードです。だから宮平先生それ感じてくれたと思うんですよ。そういうメッセージを受け取ったってことなのか。だと思いますけど、だって勝手に思ってます。その中でやっぱ心の交流があったんです。演舞を見せることで宮平先生がこう分かってくれるかなって。現状のこの合気道界の中でこの若き一人のその武道家合気道家がこれだけ頑張ってる、これだけ道を切り開こうとしているってところにかなりこう感情移入したというか心打たれたのはあるとは思いますね。それ多分宮平先生が辿ってきた道もあるんだと思います。中国武術で沖縄本場空手の中で、もう異端として中国武術を流行らせるじゃないですか。すごい多分孤独だったと思うんですよ。この戦いが、活動する戦いが多分同じだと思うんですよね。そこに共通点も感じてこううなずき。相当ご苦労はされたと思いますよね。そうですね。多分この表に立つと人の苦しみとか分かると思うんですよ。で本当にその強さを見せなきゃいけないっていう、負けたらもうダメだっていう。でそこはほら
宮平先生も白川先生の活動、そういろんなところ活動を見ていただいたんだと思います。でいろんな方と、もうコラボだったかその合気道だけにとらわれないいろんな試みをされてるっていうのは見ての上でのことだったと思うのね。うなずきそれぐらい深さがあったと思うんですよ。でも私やってた時にはうなずいたの分からなかったです。あの VTR とタカさんがうなずいてましたよねっていうことでブルーレイで確認してそれで分かりましたね。でも先ほどの説ではうなずきの理由はチンナはこれぐらいまでかけても大丈夫そうだなだからこれ目つきやってもいいな頭突きも OK かなっていううなずきの可能性もありますよね。でもそこも含んでる、宮平先生だったらもう俯瞰でそこも含んでると思いますよ。その実力メッセージに対してこれだけの実力、これだけの受け、これだけの強さで投げてるの対処してくれるだろうなって対処可能なんだろうなっていうそれのこれだったのかな。これはでもほら漫画や映画みたいに心の声をちゃんとこうやらないとわからないですよね。2人の無言の中での会話ですよね。あと独特の雰囲気ですもんね。でしたね。だって静寂した雰囲気で技を見ていただくってもうすごい緊張感ありますよね。淡々とね。淡々とです。一個一個解説するわけじゃないですからね。それはやっぱり解説するよりもやっぱこう技を見せることで大きなメッセージになると思ったんですよ。すごいな。どんな言葉で伝えるよりもこう体現する技で見せていく。でもそれ考えたらそういうのも黒帯ワールドで初めてですね。お二人が交流するとして片方の先生が延々とただ静寂の中で技をまず見せるっていうのは過去にないですね。高さん、じゃあちょっと逆にブルーレイね全体作品の中で印象に残ってるシーン、白川先生のあそこちょっと怖かったんじゃないですかとか痛かったんじゃないのとかどう思いましたみたいな。やっぱりちょっとドキドキしたのはあれですよカニバサミからの、あそこはやっぱ僕ちょっと現場で見てはいたけどね。ドキドキしたというのは山城忍先生のその頭突きとか目つぶしみたいなのが出た瞬間ってことですね。ただドキドキはしたけど僕やっぱり中国武術宮平先生の中国武術ってああいうものだっていうのは知ってたからそんなになんていうのなんか皆さんがおっしゃるようにねなんかちょっとピッときてやったっていうふうには僕自身は見てないんですよ実は。もう流れの中でこれの後は実は打撃があってこう来るんですよってもう流れでしゃべりながらちゃんとこうやってパッパッパッって言ってパッっていうのも。そんなにあと表情も僕も山城先生の表情見てて分かってたからそんなにでもちょっとドキドキはしましたよあそこのとこやっぱり一瞬印象的だったんですね。ものすごい僕はねあっと思ったけどでも僕も山城先生のことは信頼はしてるんででもやっぱり流れでこう出てるっていうのがものすごいスムーズな感じだったんでへえと思ってそれぐらい濃い交流だったってことですよね。結構お互いがこう来たらこう来たらこうっていう構造の中に出てきたので。ご本人同士はねそういう自然だったと思うんですけど一応宮平先生は苦笑いみたいなのが、後ろの方でちょっとまあっていうのはあったけどでもお二人の間でねそんなにですね。あとはね武器のあれもなんていうか長剣じゃなんていうんだっけあれね刀を構えるのも見えないようにってところからっていうのがねと思って。ああいう武器術珍しいですね。また合気道とはこう剣で見えるんですけど、こう片手で持ちながらこう中国武術でこっち来たやつもこっちで受けてで切ってでもうめった切りじゃないですか下手するといやこれもすごいなと思って。でもあれなんかこういうまさに練る動きやっぱりそうですねきっとね。こう合気道でも上でこうワンっていう動きもあるんですけどでも。本当にこう剣と体が体術がこう一体化する動きが非常に良かったですね。あと面白かったやっぱりなんだっけ長いやつ長いやつほら中国のでしか取れない白狼だっけなんだっけちょっとしなる竹のような長い棒ですよねあれ結構みたいなああいう感じだったんですか。僕は触ってないから分かんないけどなんかこうしなやかであれがこう長いですね。こういう無知のようにパンパンってこの動きがそのまんまなんだっけしなっていくんだっておっしゃってたのかな。これ面白いなと思って。中国的ですよね。こうしな無知のような長物なのかなり長いよね。長いですね。日本だったら
なぎなたとかはい硬くて長いやつこうしなやかでこういうのは中国っぽいですよ。でもブンブンって振られてますよね。そうやってます。合気道の動きとミックスしてます、ね。面白かったです。ああいう武器もすごいなと思って。白川先生ね、あと今回、印象的だったのが過去にないことなんですけども、宮平先生が白川先生の YouTube チャンネルに出たと。嬉しいですね。それもこれも過去にないんですよね。ないですよねはい。出ていただいたっていうのも本当光栄で。しかも長中をくださいって宮平先生に言っていただいたんですよね。本当 YouTube らしい企画ですよね。でも本当にこう長寿本当にいただきたかったんで無事に。みんな欲しがるんで、もう俺。あれいかがでした？ちょっと当たるだけであんなに痛いものだとは思わなかったですね。本当ここ骨分担って言うんですけど、もう痛かったです。危険度っていうのは受けてみないとわからない。でもそれも受け方があって柔らかく受けるっていうので吸収できますよね。でも先生が本気出したらボーン、その瞬間ピリッ。そうですね。まあタカさんはね、山城先生にこれ食らったね。あれ相当痛かったでしょ。あれ本当ね、僕人生の中で結構一番ぐらいの衝撃だったんですよ。沖縄で俺折れたと思ったもん、一瞬。本当にここって鍛えられる場所じゃないですもんね。だって何もないの、骨しかない。あれ本当折れたと思いますからね。もう沖縄まで来て俺骨折かよと思ったけども折れてなくて、で何割ぐらいですか、なんか 3割ぐらいですかねって嘘でしょと思ったんだけど、あれ本当に僕ね、人生で一番衝撃でしたよ。はい本当にだからもう嫌なの、受けるのが。でもそれぐらい強烈ですよね。本当にシャレなんですよね。本当に今回2日間たっぷりさまざまな、宮平武術を堪能したと思うんですけども、今になってあれも体験しとけばよかったとか、あれも聞いとけばよかったみたいなことってありますか？あれ鍛錬方法、それはもう補足できたんですけど、石井東吾先生編に出てる鍛錬方法、あれ知りたかったんでよかったですね。石井東吾先生編見て、こんなやっぱ鍛錬方法って気になるじゃないですか。宮平先生どんな鍛錬してるのか、それ聞きたかったのはやっぱ石井東吾先生編で見ることができてよかったです。なるほど。あと気になるのはワイントーク。私とか石井東吾先生ちょっとおしゃれに来てるんですけど、ワインで本当私だけパイプ椅子でいやスケジュールの都合もあって、いや違いますよ。なぜかっていうと、白川隆二先生はお酒が入ると失言しそうだからいやそんなことないですか。もうちょっと本当実際チンナとか聞かないしよって言いそうだから。ありえないし、もうチンナ聞きめちゃめちゃ聞くので怖いですよ。そんなこと言ったらもう一瞬ですよね。次行ったらもう壊されてもう絶対もうボコボコですよ。でもそれもまたそのコントラストでいいと思うんですよ。石井東吾先生おしゃれ系なので、やっぱそのワイントークで私はも本当パイプ椅子でいい。いやまあ石井東吾先生はクロスロード1でちゃんと普通に武術家的な対談をしてるので、今回はなんか変えなきゃなと思った。だから次回は白川先生がワイントークで石井東吾先生がパイプ椅子。白川先生はワインとか飲むんですか？いや私はお酒基本飲まないのでそうなんだ。じゃああれか。でも思ったんですけど、石井東吾先生と宮平先生と私3人でトークしても面白いですよね。なかなかそこはクロスしてなかったので、実際に交えてのクロストークしてみたいですよね。確かに、また違う宮平先生が引き出しそうですよね。ただあとはちょっとここから正直ベースで言うと、白川先生と宮平先生の対談で白川先生はかなり合気道についてどう思うかみたいなことをかなり投げかけてましたけど、宮平先生は結構いろいろ考えた末に、ちょっと婉曲的な表現をしてましたよね。結構でも白川先生何かを引き出そうとして投げかけたな感じはありましたよね。それはやっぱり宮平先生もやっぱ公で言える部分と言えない部分っていうのは、それは別に宮平先生だけじゃなくても、本音と建前じゃないですけど、こうね表現やっぱ直接的な表現を避けて、やっぱみんなで考えてくれよってすぐ答え言わないんですよ、やっぱ先生は。ですね。そこがやっぱりその懐の深さだったり、その宮平先生のある種資料深さ、そうですね、資料深さだったり優しさだったり、みんなで考えてくれよ、直接言わないよ、ですよね。私は結構直接的な質問をするんですけど、宮平先生はそこをちょっとみんなで考えて、自分の真意はみんなで考えてくださいよっていうヒントを言ってくれてると思うんですよね。宮平先生の特徴ってなんか
反射的になんか言ったりしないんですよね。だからなんかに乗っからないっていうか、こう来たらこう返すんじゃなくて、こう来たら円運動でこう回って返すじゃないまあそうですよね、話してもそうだと思います。そこもやっぱりそこはでももしかしたら中国武術的じゃなくて合気道的かもしれないです。なるほどね。会話はだって中国武術だとね、速攻性、殺傷性、直線性でスワッと界隈とスワッと返すけど、そこは柔らかく回り回ってみんなで考えてシーンを確かめてくると。じゃあトークにおいては宮平保が合気道的で白川隆二が中国武術的な殺傷性速攻性結構はっきり聞きたいんですよ。実際でも性格的に聞いてみたいですよね。面白いですねこれね。でもそうかもしれないですね。そこがやっぱ宮平先生のこの歩んできた厚みだった深みだったと思うんですよね。やっぱりね、いろんな人にいろんなことを言われて、中国に行く時も帰ってきて沖縄で広める時も、本当に自分の一言一言のが起こす波紋とか影響とかをずーっと感じてきたんですよね。その重みですよね、発言の重み。でもそこでもやっぱそのブルーレイでみんな見て考えてほしいですね。宮平先生の真意ですよね。まあ確かにそうですね。ヒントはいっぱい言ってるので、ヒントはいっぱい散りばめられてるんで、その文脈を読み取ってほしいですよね。そういえばね、タカさんは宮平先生とビールをね組み交わしたんですね。この食らった後にね、もうこんな呆然自失の後にね、あれでなんかちょっとあれで僕おしゃれなお部屋でね、リビングで救われたんですよ本当に。あんなにコテンパンにされて、であとものすごいそのねお料理出してくれて、お酒出してくれて、でいろんな話してくれてるの優しいでかっこいいじゃないですか、やっぱりどこ行っても。で乾杯してくれて「お疲れ様でした」って言ってくれて、あれでねもう救われたし、もう大好きになっちゃった。ビールを飲んだ中ということで、次はね、そうですね、ちょっと一緒にじゃあビールを。ぜひ読んでください。白川先生はじゃあスパークリングウォーターかなんかで。でもそうやって先生と歓談できる中って本当素晴らしいですよね。交流の後にちゃんとした交流した後にそうやって歓談できるのも本当幸せな時間だと思います。ただね、白川先生不思議だったのは、僕と白川先生が両方ともエボリューションっていうのがいいんじゃないかって思ってたってことですよね。やっぱこう受けながらやっぱ自分のこう武道家美術家としてどんどんこう経験を取ってステージが上がっていくなっていう感じですよ、宮平先生との交流で。これはこう言うとエボリューション、進化していかないといけないなという意味を込めてですよね。せっかく教えていただいたので、そこでじゃあ何もね、そこで止まってしまうの、この場で終わってしまうのか、それを糧に生かして今後稽古していくかによって全然自分の武道家としての在り方が違うと思ったので、これはエボリューション絶対西監督考えてると思って行ったんですよ。すごいな。そしたら題名が本当にエボリューションだったんですね。ちょっと西監督一心同体ですよ。いやいや本当にびっくりしました。怖いなと思いました。黒川で黒いんじゃないですかね、この監督。いやいや僕黒くないですよ。黒くないですかね。白川先生の今後のこう例えば5年後10年後のなんかプランってあるんですか？なんか。いやもうちょっと想像つかないですよね。この1年後がもう本当想像つかない。確かに激動なんですよ。毎月ぐらいいろんな方と交流したり、いろんな刺激を受けて、また普通の合気道もやってるんで、本当こう1年後がどうなってるかも本当想像つかないです。すごいですね。でも常にこうやっぱり固執しないで凝り固まってるんじゃなくて、本当広い目で見て自分自身人間的に成長していきたいなっていうのを思っておりますよね。やっぱ会う先生本当にすごい先生たちばっかりなので、そういう先生たち交流していただいて良い刺激いただいております。次回もまた沖縄に行ってスパークリングワインじゃなくてスパークリングウォーターをね、タカさんもスパークリング僕はスパークリングじゃワインでワインでね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。白川隆二が進化したクロスロードエボリューションブルーレイボックス絶賛発売中。あなたもきっと進化する。